いや、簡単、目いっぱいベッドですね。はい、これ余計な家具がついてない分、そうなんですよ。そこはね、ポイントです。広さがすごいありますね。ミリミリランド。どうも、ヒーローゆきです。パリセレーナです。今日は関東キャンピングカー商談会に来てるんですが、はい、モッツファクトリーさんのブースで660ベースワゴンを見ていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。今回660ベースを紹介していただくのはモッツファクトリーさんの中澤さんです。よろしくお願いします。はい、今回中澤さんがお持ちになったモッツファクトリーさんの車なんですが、はい、どんな特徴があるのか詳しく教えてください。そうですね。前回はこれのバンベースでは、作ったんですけども、今回は前回とバンと同じコンセプト一緒なんですけども、ワゴン用ということで、はい、用意させていただきました。はい。じゃあせっかくなのでね、外観の方から拝見していってもよろしいでしょうか。はい、ここに早速外部充電のこれ取り入れ口でよろしいですか。そうですね。外部電源で取り入れ口ですね。外部電源ですね。はい、で外観でうちはうちのだけのオリジナルなんですけども、このステップ普通ワゴンはここに純正のエアロパーツみたいなサイドステップがついてるんですけども、こういう今のこういうスタイルになると邪魔なので、こういう形で作り直しました。なるほど。なんかすっきりしてますね。はい。おしゃれな感じ。しかもかっこいいですね。でこのホイールともまたマッチしてます。そうですね。これに合わせてサイドを用意しました。はい。ホイールもやっぱりそうですよね。かっこいい。はい。じゃあここら辺がオリジナルになっているということが。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。ここにロゴが入ってます。ロゴ入ってますね。660ベースということで。はい。ロゴが入ってます。はい。でベースの車両は何ですか？これは日産のクリッパーですね。クリッパーですね。まあこれスズキの OEM 車になります。はい。はい。エブリィと基本的には同じです。全く一緒です。はい。はい。やっぱり雰囲気が可愛いですね。そうですね。はい。そしてこちらもスライドがちゃんと開く感じですね。そうですね。はい。でこのあとルーフですね。これキャリアにソーラー実は。そうなんですね。一流メーカーのイネオさんのルーフキャリアに目立たないようにソーラーパネルを載せてます。目立たないように。目立たないですね、確かに。はい。そこがこだわったところポイントですね、実は。普通のキャリアが乗っかってるのかと思いきやソーラー乗っかってるよっていうのが。そうですね。キャンピングカーらしさを出さなかったというか。ああ、なるほど。逆に。うん。はい。はい、ちなみに何ワットのソーラー乗ってるんですか？これは目立たないために小さいのを入れてるんですけども、30ワットです。30ワットのソーラーが入ってるってことですね。そうです。はい。素晴らしいです。はい、ありがとうございます。外観からもすでに楽しいんですけれども。ありがとうございます。はい。じゃあ中の方もいろいろ教えてください。もうここ入ってきたらね、この梁がかっこいいなと思って。で電気もね、これ自分で調光できるタイプですよね。そうですね。ありがとうございます。電気つくとここで自分でこう押してあげると調光もできてしまうタイプですね。夜間の荷物の積み降り、これあると便利ですね。明るいと嬉しいです。はい、釣りする方には喜ばれてますね。はい。確かに。はい。そしてこちら片側に結構。うちのこだわりはそうですね。片側に荷物、自転車から長物は何でも趣味を下にしてるんで、はい。軽なんだけど大きな荷物も積める。そうです。はい。それで今回このテーブルですかね。ここを新しくしたんですけども、これ3ウェイテーブルって言いまして。3ウェイテーブル。はい。ちょっと教えてください。じゃあ1、2、3で3ウェイにしますね。はい。お願いします。まずこれが1ウェイ。まず1ですね。まず1個目。1個目はこれです。はい。ナンバー1。はい。後ろにできるということ。2つ目はこの
ああ、後ろにその支えがついていて、ああ、はい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 、来ましたね。外でも使えちゃう。あ、結構長いですね。いい。はい。すごい、この長さがあるとやっぱりいろんな人がアクセスしやすくて。そうですね。例えば4人とかいらしたら。そう、使いやすい。はい、これが2。はい、2です。はい。3はどうなるんだ。まあ、ここに収納できるところもポイントですね。ねえ、そうですよね。もうそこに収納できてしまうので心配がない。どこに置いていいとか。あ、はい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 。中で使えるんだ。足をチェンジして、ここに取り付けると。そう、縦横どっちも使えちゃうっていうことですね。ああ、なるほど。すごいいいですね。おお、こうするといいですか。はい。やった。リビングダイニングにもなるし、仕事でワーケーション的な使い方もできるし、できますね。あ、すごいすごい。座り心地もいいですし、でちょうどいいテーブルのこれ多分2人で余裕があって使えます。おお、2人で移動して2人でワーケーションできちゃうし、そうですね。しかもこれ4日カレーってすごい楽。ああ、背もたれが。くつろげもちゃんとできる。でワーケーションもやるときはちょっと前に出てこうしたらすごいいい感じだと思います。でね、意外とこの頭近いんですけどちゃんと余裕があるので、そんなに圧迫感もないですし、ここはすごくいいですね。で今みたいにちょっと今日サンダルなんですけど、こういうような感じでね入ってくることもできちゃうっていうのがいいですね。これがそうそう敷いてあることによってワイルドに使えますね。でこれ何気にもうこのまま寝られちゃうってことですか。そうですね。もうもし一人だったらお酒飲んで寝ちゃおうでそこで寝ちゃう。寝ちゃいますよね。これ結構幅ありますけど、長さとかってどれぐらい？1880円です。ああ、結構背高い方でも180センチの方は丸ですね。余裕で寝れますね。まあ理由は一番フロントの運転席を一番前にしてセッティングするタイプなんで長く取れるっていう。なるほど、そういうことなんですね。これもいいですね。ネット、これは660ベース専用のものみたいです。そうなんですよ。へえ。この黒のパネルでどこでも移動できるんで、なるほど。これね、ねじってあげることによって緩むから、そしたら前後いろいろ動かしてあげて自分の好きな位置で固定できるっていう。いいですね。ちょっとした収納だけどこれあるだけで結構ちょっと物が置けると楽ちんですよね。そうですね。今暑いんですけど冬になると毛布なんか乗せるのが一番いいと思います。あとまあジャンバーだったりやっぱり布のものがね勝るんで、勝るものがそこに置くといいと思います。あと畳めますんで邪魔な場合。あ、そっかそっか、取り外しもできちゃうんですね。どっかでもうしまっちゃえば。あ、確かに。はい。これ簡単にここで取り外しができるようになってます。なので使わないときはこう畳んであげる。そうですね。しかもほらちゃんと660ベースです。はい、こだわりです。かわいい、いいですね。はい、簡単に。じゃあ私降りますのですいませんけど、お願いします。あ、すいません、そこの下見せてもらっていいですか。今ねベッド展開中なんですけどすごい気になっちゃって。伝送系というかポータブルバッテリーですね。ポータブルと普通にサブバッテリー。あ、そっちはサブなんだ。おお。なんか両方入れることはなんか意味があるんですか。標準ではサブバッテリーついてるんですけども、ポータブルバッテリーはインバーター代わりですね。ああ、なるほど。家電使うときにこれで使うっていう形ですね。はい。両方とも走行充電ついてますんで、走れば両方充電できますんで。これどっちも標準装備ですか。ポータブルの方はオプションとなります。はい。
そこにそうなんですよ。ポールを置いてあげるんですね。なるほど。はい。そっかそっか。椅子が埋まってたのを上げてあげて。そっかそっか。そこ利用するんですね。さらに、さらにここに、はい、すごい広い広い。いや、簡単、目いっぱいベッドですね。これ余計な家具がついてない分、そうなんですよ。そこがね、ポイントです。広さがすごいありますね。で、こちら今発見してしまいました。ベッドのサイズになりました。これね、縦幅と横幅がダブルとシングルで、これだけね取れてしまうということなので、かなり余裕で寝れますね。ですよね。はい。これは嬉しい。あとはベッド展開になってても、やっぱりこの下が使えるんで、大きな荷物、そうですよね。入れることできますので、本当ですね。あとちょっとそちら側から見たときに冷蔵庫らしきものを見つけたんですけど、そうですね。ちょうど皆さんにはお示しするんですけど、この辺りに冷蔵庫を置くのが一番使いやすいので、これは提案型ということなんですね。オプション。オプションでも用意させていただきますけど、好きな冷蔵庫を入れてもらえればとは思ってます。ここに入りますよと。はい。なるほど。やっぱりこんだけ空間あるんで、かなり大きな冷蔵庫でも何でも入れますね。入ります。はい。これはいい。いや、すごいシンプルですごい使い勝手がいい内装になってますね。ありがとうございます。そこです。はい。私が目指したところが。はい。はい。じゃあどんな方におすすめか教えていただけますか。やっぱり趣味をいろいろお持ちな方、海とか山とか、自転車も積めますんで、あと海だとサーフィンとか、もう多目的に使えると思いますんで、もちろん日常使いから、そうですね。そういう趣味まで全部、はい。しかも軽ですね。しかもそう軽なんです。軽ですよね。軽です。はい。何かメッセージ最後にお願いします。そうですね。うち神奈川県で軽キャンピング専門にやってるモッツファクトリーと申します。もし近くに来られた場合、いつでも展示車ありますので、うちの会社に見に来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はすごいいろいろ詳しく教えていただいてありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、こちらモッツファクトリーさんの660ベースワゴンなんですけども、アクティブに快適に欲張りに楽しもうということで、新たなオプション追加でさらに快適になった660ベースシリーズにワゴンタイプをラインナップと、バンのコンセプト、使いやすさを追求したレイアウトっていうのを継承しながらも、セカンドシートのリクライニング機能を使えるデザイン、ワゴンならではの便利な機能を生かした設計となってますと。バン同様にデザインはシンプル、荷物がいっぱい詰めて気を使わず楽しめる車っていうのをコンセプトに作ったということですね。で、この660っていうのは軽自動車の 660cc の意味ですと。で、ベースっていうのは基地、キャンピングカーの型にとらわれず軽の楽しさをとことん探求したモデル。アクティブに便利に趣味にも普段使いにも活躍できるツールとして存分に使い込んでくださいということです。で、展示車両は日産クリッパーだったんですけども、こちらベース車両スズキのエブリーワゴンになってます。で、ラゲッジスペースなんですけど、本当ね、車内がすごい広いですね。こう余計な家具がついてない。すごいスッキリしてるので、もう本当にね、荷物がたくさん詰めると。シリーズのコンセプト、機能性のポイントであるラゲッジスペース。シンプルに使いやすさを重視。荷物をいっぱい積み込めるように、片側はフリーになる設計。例えば自転車を積んだり、ワンちゃんや猫ちゃんのゲージ、キャンプギアを積むにも頼れるスペースですよと。アクティブに自由に気兼ねなく使いいただくため、ラゲッジボックスや全ての家具の素材には傷に強い高硬度素材を採用。フロアには丈夫で強く汚れにも安心な島柄板のクッションマットを採用ということですね。ベッドなんですけども、ギアとして役割を十分にこなせるように設計したベッド展開。6分割、ここが1、2、3、4、5、6と6分割されてます。
ワゴンの長所であるセカンドシートのスライド機構とリクライニング機構を活かしながらラゲッジスペースもフルに活用できますと。例えば自転車を積みたい時には縦半分にベッド展開すればあっという間にラゲッジスペースとベッドスペースが出来上がり、前後のマットを後部のマットにスライドさせると簡単にセカンドシートが使えて4人乗車が可能になりますと。ベッドマットの生地は汚れがついてもさっと拭けるレザー生地を使用。生地は洗濯可能ですということですね。電装設備なんですけども、電装は 80A のサブバッテリー、走行充電システム、外部 100V 入力、バッテリー充電システム、室内 AC100V コンセントも標準装備。サブバッテリーがあればエンジンをかけずにスマホなどの充電、冷蔵庫、室内照明など DC12V の電源を使えますと。テレビや電気毛布などの家電の使用はポータブル電源で行います。充電用のコンセントも標準装備してますよということですね。スイッチパネルなんですけど、ここですね。スイッチパネルは右側キャビネットのフロントへ集中させることにより操作性を向上。室内で過ごすときに使い勝手のいいスイッチの高さや位置、リアゲートを開けて外から操作するシーンの作業もスムーズにできますよということですね。また左右の純正リアスピーカーもそのまま機能するようにパネルカバー、ここですね。どちらもデザインはステンレス製のパネルを採用し、クールな高級感を演出してますと。確かに見た目がすごいおしゃれですよね。室内照明なんですけども、天井中央のボードには自然光のように室内を照らしてくれるウォームカラーの暖色系 LED ライトを採用。3段階で調整できる、タッチダウンライト、お好みの明るさに調整いただけますと。左右上部のボードには LED の間接照明を装備。ここですね。自然な光で室内を優しく照らします。室内照明は全て独立してオンオフ可能なスイッチ機能を装備。マグネットパネル。左側キャビネットには特殊ステンレス製マグネットパネルを装備。ティッシュケースや小物用のフックボード、キッチンペーパーホルダーなどマグネットに取り付けられる便利アイテムをお使いいただけますと。これ何気に便利でいいですね。マグネットでくっつくと。お好きな小物でナチュラルにポップにも便利にお楽しみいただけるステンレスボードですと。天井の断熱加工なんですけども、真夏は車内の温度上昇を抑え、真冬は冷え込みを和らげます。また合わせて防音効果もあり、雨音などを軽減する効果もありますと。断熱効果は車内の快適性を上げるために欠かせない室内装備です。セカンドシートなんですけども、ワゴンの特徴の一つでもあるセカンドシートのリクライニング機構と左右独立スライド機構を活かせるようにキャビネットをデザインしています。普段使いの4人乗りとしてはもちろんですが、スライドをすることにより足元のスペースが広くなり、荷物もたっぷり積むことができますよと。であと標準装備位置なんですね。ここにいろいろと載ってます。で価格なんですけども、ここからですね、価格を見ることができます。で、ベース車両のグレードによって値段が違うんですけども、だいたい250万から、300万以内ですね。というわけでね、660ベースワゴンなんですけども、気になるぞという方はこちらモッツファクトリーさんのページでじっくりとご覧ください。